私がねうっかり口を滑らせると皆さんその質問がいっぱいあるんですね。もううっかり口を滑らせる。例えば私はギゼの大ピラミッドを作ったんですよ。ほら見て、差し上げてるでしょ。あれ作ったのは私だよね。私だけが作ったわけではない。私の知ってる限りでは、私は大きな石を船に乗っけてあるところからあるところまで行く仕事をしてたね。これなんかでも目的をはっきりさせて意識に聞くと教えてくれるかな。これが面白いということだね。ですから目的をはっきりさせるっていうのはそのことを言ってるんですけどね。ですから例えば瞑想会でこんな体験しましたね。もうこれもね56年前の話なんだけれども、こうやってギゼの大ピラミッドの話をしてね、私が皆さんに宣言するの。宣言する、これ大事ですね。祈りです。私はこれからこういう体験するよって言って宇宙に宣言してる。だから一緒にお部屋にいらっしゃる方々に宣言するというより宇宙に宣言してるんです。これから私がねピラミッド行ってきますっていうんでね、ピラミッド行ってピラミッドで瞑想しますって言ったんですよね。それを瞑想してたらびっくりした。私大ピラミッドの上に座ってるんですよ。でびっくりした。で下を見るとこんな感じですごい高い。私も昔山屋さん岩登りしてたからそういうの平気なんですね。すごいねって言ってこうなってこうなって、後ろは見ないからちょっと知らないんだけどでしょうね。それでひょいと前見たら前に大ピラミッドがこうある。すごいよね。横見たらこっちにも大ピラミッドがこうある。こっち見たらこっちにも大ピラミッドがある。要するに瞑想中ピラミッドの上で瞑想してますよと言って宣言した、祈った。で瞑想してたら頂上にいるというよりはギゼの大ピラミッドのもうとにかく横にも縦にも、後ろは見なかったから知らない。多分後ろもあったんじゃないですかね。ということですね。さらに言うと私は今生はねちょっとギゼの大ピラミッド行く予定はないんですけれどね、砂漠のそういった夢いっぱい見るんですね。それで例えばギゼの大ピラミッドの夢の中にこんなのがありますね。これは夢なんです。夢でね私はピラミッドのそばにいる。でねこれが面白いことに草が生えてるんですよ。木が生えてるというより草が生えてる。草がいっぱい生えてる。砂漠じゃない。これも私がじゃあこう夢うつつでね草が生えてるピラミッドを見たんだねって言うけども、この考え方によってはナイル川が氾濫すると上流のね種をいっぱい送ってくれて流してくれて、それにいっぱい散らばっちゃって、それで水が引いた後にあったかいところだからどんどん芽が出て、それで草が生えたと考えられなくもない。多分私はそれを見てんじゃないですかね。朝露に濡れたで草を、この面白いこの夢もねもっと面白いことあるんだけど、ちょっとその辺はね内緒にしといてね。ということで皆さん例えば私のドリームレッスンをお読みになるとね、私の潜在意識の役目をしてエンゼルが出てくるんですね。エンゼルちょっとね生意気エンゼルですけどね、まあでもいいですね。エンゼルってどういうわけか、羽が生えてるとこういうことですね。で実は私たちもエンゼルはですね皆さんのお役に立ちたくて来るんでしょうね。私たちもみんなエンゼルで例えば亡くなった後自分が志願すると
今度生まれてくる人のエンゼルをやるんですよ。皆さんエンゼルやってるんですね。その時羽が生えているかな、わからないけれども、空中飛ぶなんてわけない。ぴょんと飛んでいける。私がギゼの大ピラミッド一瞬で行けるのと同じ。はい、名古屋の、ね、会ったこともないワンちゃん、ね、が来たのを直せるのと同じだね。はい、なんでエンゼル羽生えてると思う？飛ぶから？こんな羽で飛べるの？いやいや、もっと大きい羽って言うんだけど、この赤ちゃんだったらこんな3メーターもあるような羽生えてないと飛べないよ。でもこの赤ちゃんのエンゼルもね、この羽で飛ぶんだね。というよりこういうこと、これも何度もやってご覧に入れてるよ。スムーズする時もそうだけども、こうスムーズする時にこうやってするんですよって言いましたよね。それからその時にまた白鳥だったっけね、白鳥に聞いた時もそうだよね。白鳥があなた方はね、どうやって飛ぶの、どこを意識してるのって言ったら胸って言った。これも本当感動だったね。胸、そうか、胸、ここでこうほらこうやって飛ぶんだけど、ここを動かすと羽がこう動かない。もう手羽にしますけど羽が動かない。こうということで実は健康法、時間と空間を超えている健康法っていうのはここと胸椎を動かすんだよね。これも何度も言ってるかね。例えばこういうことですね。何度も言ってる。許してください。こうやるはずですね。許してください。こうやるはずですね。人間ってお知らせの場ですよ。それから私あちこちのねお寺さんで修行したで、鐘つきをやらされたことがある。三重県の方ですけどね、やらされたじゃない、積極的にやった。鐘つかしてくださいよということでね。で鐘の下でね、鐘ゴーンとこうついたら、私見ててね見ててね見ててね、ほら手動かしてない。ゴーン、こうですよ、こう。そしたら鐘の下に入ってこういう最大級の祈りをするんです。最大級の。それで1個ついたら石、10個つく時には10個用意しておいて、石をこう置いてね、これ見て、こういう輪に動かすんだよ。要するに健康法っていうのはね、肩を動かすのが健康法で、体操というのはね、基本的に肩を動かすのが体操かな。さらに言うとね、私はその許してくださいよという時は頸椎と胸椎の間を動かすんです。許して、こんな感じなんですよ。許してくださいね。これ天と地を結ぶっていうんですね。頸椎の考え方はね、こっから上、首から上が天で、こっから下が地なんです。だから胸椎のね1番と頸椎の7番の間が天と地を結ぶ通過点、扉ですよね。扉なんですね。ここを開けるんです。許してくださいね。自分が何か失敗した時に私なんかもう簡単、こう開けちゃうの。面白いな。でこれが許しなんですね。で許しっていうのは時間と空間がないからいっぺんに許されちゃうんです。それからまたご存知ですよね。私が上向きに寝て両膝をこう倒して、どんな力持ちも私の膝を押さえて、私がこっち側にこういうのをこう持っていくのね、支えきれないんですよ。アメリカでもやりましたよ。白人のお兄ちゃん、23歳のお兄ちゃん、押さえててねって言って、うんと押さえてていいよって言ってヒューってやったら飛んでっちゃった。あっちへこんなになって、頭からいつでもやってみせる。なぜそんなことできるのでしょうね。多分ね、簡単。もう見てると分かるけど、私は胸椎の2番から動いてるんですね。例えば手を上げる、ほら下ろす、手を開く、ほら
胸椎の2番から大げさにやってるんですよ。ほらこうやる時もこう、もうこうやる時もそうですよね。決してこうやらないの。見て、やってないよ。ほら胸椎の2番だから、足をさっきも言いましたよね。肘を差し上げるって言ってあげるけど、私は肘差し上げてる、肘っていうか手を差し上げる時もそうですよね。見て、ほら前出てってね、差し上げるっていう。だから何言ってるかというとね、私は自分の体を通して神という言葉をあえて使わせていただくと、神が私を通して働いている。